兄は言っていた。人間の心っていうのは、逃げ出したいと思うものなんだ。そういえば、あの人が、こんなことを言っていた。何か問題があっても、それをないことにして、問題なんてないふりをして、生きていく。人間にはそんな生き方もできる。その時、俺は思った。もし、そうできれば。確かにその方がいいのかも。問題なんて、どうせ。解決するのかどうかすら。わからない。どうにもならないものを。どうにかしようとするのは。馬鹿げている。でも、俺の心の中の何かが、それを許してくれない。世の中に対する違和感。それが解決するまでは、俺は前に進むことができない。そして、なぜそうなのか。俺にはわからない。ただ、俺の心は、なぜか、そうなっていて。それは自分でも、どうすることもできない。そういう事実があるだけだ。だから俺には、あの人が必要だった。あの人もきっと、同じなんだと思う。あの人が、パチンコと手を切れないのは、きっと、そのためだ。そして、兄もきっと、逃げきれないんじゃないかと思う。一人で何かを悩むのは辛い。だから、もう終わりにしたい。でも、前に進まないと。永遠に終わりは、やってこない。だから、前に進もうとする。それはどこか、未知の場所で。遭難する、ということに、似てる。手足は、もう、言うことを聞かない。もう動きたくない。そして座り込む。体の力を抜く。そして目を閉じる。楽になるように、楽になれるように。苦痛から遠ざかりたい。苦しさから解放されたい。それは祈りに似ている。やがて少しだけ元気を取り戻す。でも少しだけだ。そしてまた歩こうとする。部屋の中に一人でいるのが嫌になって外に出た。
その日は天気が良くて、空を見上げると雲一つない青空がどこまでも広がっていた。太陽の光を受けている街並みが美しかった。ふと、もしここにあの人がいたら、と俺は思った。でも、あの人はいない。俺はあの人と外で会うことはできない。俺とその風景の間には違和感という壁があった。でも俺はその風景を何の違和感もなく素直に受け入れたかった。世の中ってなんだろう。いろんな人間がいる。結局俺はその中で生きるしかないんだ。その中で生活して将来を考える。でも俺にはその世の中に違和感がある。いろんな人間がいる。派手なもの、地味なもの、男、女。皆、何を考えているか。わからない。冷たい人間かもしれない。信用できる人間かもしれないし。できない人間かもしれない。優しい人間かもしれないし。そうじゃないかもしれない。それが世の中だ。いろんな人間がいる。ただ、それだけのこと。それで、俺は一体、どうすれば？そして俺は、あの人のことを思った。そうすると、楽になれた。この前、あの人に会った時、あの人は俺に、笑顔を見せてくれた。その笑顔を思うと、俺の心は、楽になる。あの時感じた。あの人の肌の、温かさを思う。そうすると、俺の心は楽になる。あの人に、また会える。その事実が、俺の心を楽にする。ある日、杉原は、意外なことを言い出した。難民キャンプってあるじゃん。ああいうところに食料とか水とか生活に必要なものを持って行って配る人がいるじゃん。俺、ああいうのをやってみたいんだ。でも、外国でしょ？大変なんじゃないですか？言葉だって通じないし。と、俺が言うと、俺、英会話勉強してるんだ。
英語、話せたから。どうってわけじゃ。ないかもしれないけど。やらないよりは、やった方がな。もし自分が誰かを助けられたら、いいと思わない。杉原はそう言った。その時思った。杉原のその言葉の向こうに、俺がいつも目を背けている何かがある。それは好奇心だ。不思議なものに関心を持つ。未知のものに関心を持つ。人にはわからない。美しさに気がつくセンス。人にはわからない。希望に気づくセンス。人の気づかない。世界に気づくセンス。お金にとらわれない。権力にとらわれない。常識にとらわれない。他人の目にとらわれない。もしかしたら、この世界には、俺の知らない何かいいことがある。好奇心があれば、それが見える。でも俺には見えない。俺にあるのは、羨望と諦めだけだ。彼らは努力する。自分に対する努力。周囲に対する努力。世の中に対する努力。成功する可能性はある。成功しない可能性もある。継続している間は、常に。可能性だけはある。でも、成功の保証はない。俺にはできないけど。彼らは、現実と、向き合うことができる。そしてそこに、望みを、見出すことができる。だから、働きかけて。厳しさや、苦しみや、不安と、向き合うことができる。俺も、そうなりたかった。杉原は、俺と同じだったはずだ。今のままでは、このままではまずい。ずっと、そう思い続けていたんだ。でも杉原には、答えを出せたのかもしれない。だから、英語を勉強していたんだ。俺にはまだ、答えなんてなかった。どうしたら、それに近づけるのかも。わからなかった。俺は、杉原が羨ましかった。誰かが、前に進もうとするとき、他の誰かは、取り残される。そして不安になる。
自分は前に進めない。その事実が取り残されたものを苦しめる。そして気づく。自分が無力であることを。川上さんのことを思い出した。あの時もそうだった。俺は川上さんが羨ましかった。自分の力で未来を切り開こうとする勇気。その力。俺にはそれがないと思った。俺には世の中をいくら見渡しても何も見えない。答えなんてどこにもない。きっと俺には何か大事なものが見えていない。それが一体何なのかどうしてもわからない。杉原や川上さんは答えを見つけた。だからいつかは俺にだって答えを見つけられるかも、そう思いたかった。でも死ぬまで何も見つけられないやつだっている。もしかしたら俺はそっちの方なのかも。それどころか俺が求めている答えなんてもしかしたらどこにもないのかも。俺はある日あの人に言った。俺には違和感がある。俺にはこの世の中がどこか間違っているような気がしてしまう。だからいつも俺はどこかで世の中と噛み合っていない。何をやっていても自分はこれでいいのか疑問に思う。いつも迷いがあって不安で自分のすることに自信が持てない。一体それをどうしたらいい？俺はいつもそのことを考えている。するとあの人は言った。今の私は表面だけはうまく取り繕っている。今はまだなんとかごまかしている。旦那も近所の人も私がこんな女だとは思っていない。でもいつかはうまくいかなくなる。俺とあの人は立ち止まっていた。俺もあの人も前に進みたかった。でもどちらが前でどちらが後ろかもわからない。ただあがいて不安で時間だけが過ぎていく。俺はあの人のことを知っている。
俺にはあの人と共に過ごした時間がある。その時間が俺にあの人のことを教えてくれた。あの人は今苦境にある。そしてそこから抜け出す糸口を見つけるために世の中を見ている。そしてあの人の世界の中にはきっと俺もいる。あの人は俺を見ている。だからあの人も俺を知っている。あの人が言った。何か知らないことがあるとする。それはこれから知ることができるかもしれないし、永遠に知ることのできないことかもしれない。でも、もしかしたらそれを知ることで何か可能性を見出せるかもしれない。それは新しいこととの出会いで、それを知ることで新たな道が開かれるかも。未来について考えたことは？それは俺にとって少し意地悪な質問だった。未来について考えたことはある。どうしても出せない答え。自分がこの先どうしていいのかわからない。どうやってそれを分かったらいいのか。それがわからない。そのことをいつも俺は考えている。あの人は言った。どんな未来になるかわからない。いい未来かもしれない。悪い未来かもしれない。あなたはどうしたい？誰にも時間は止められない。だから必ず未来はやってくる。それが不安でも怖くても必ず明日はやってくる。そしてその時、俺は一体どうしたらいいんだろう。自分の力ではどうにもならない。これまでそのことを嫌というほど思い知らされた。でもその時、あの人が俺に聞いたから、俺は考えた。そして思った。俺は自由じゃない。孤独であることから自由になれない。将来の不安から自由になれない。複雑な世の中から自由になれない。民主主義、言論の自由、心の自由。
そう、口で言うのは簡単だ。俺は逃れたい。将来の不安から、複雑な社会から。そして、今の自分自身からも。俺は逃れたい。この世界は自由じゃない。俺にとっては自由じゃない。俺はただ自由になりたかった。あの時あの人は俺にそう教えてくれた。